なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第1章、魔王学院編、第29話、時の番人、第30話、魔王、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第29話、時の番人。テルが11時59分55秒を指した。サーシャとミーシャが見据える期限に向かい、レバイドの魔法は2人の根源を過去へ誘う。テルの秒針が動き、56秒を示した。途端に世界が白く染まった。床も天井も壁も、何もかもが真っ白だ。また1秒、2秒と時間が経過する。だが、テルの秒針は止まったままだ。この場が、この空間が、世界から隔離されたのだ。来たか。その時、何もない目の前の空間が切り裂かれた。白銀の刃先が見える。まるで空間の後ろに隠れていたものが、こちら側に入ってくるために幕を切ったかのようだ。空間を切り裂いた獲物は刃先だけでは変わった槍のようにも見えるが、それが鎌であることを俺はよく知っている。なんなの、あれ？驚いたようにサーシャが言葉を漏らす。魔力の底が見えない。ミーシャが言う。彼女がそこを見通せないほどの魔力を持った者に出会うのは、俺以外では初めてのことだろう。期限を見据えるのに集中していろ。まだ魔法が完全に成立したわけじゃない。それにこいつは、お前たちの手に負える相手じゃないからな。切り裂いた空間を広げるように、ぬっと手が現れた。白い手袋をはめている。そいつは両手で空間をこじ開け、ゆっくりとこちら側へ姿を現した。真っ白なフード付きのローブをまとっており、どれだけ魔眼を凝らしても、顔は見えない。あるいは顔などというものは存在しないのかもしれない。ねえ、アノス、あれは何？再度、サーシャが俺に聞く。時の番人エウゴ、ラビアズ。簡単に言えば、時間の秩序を守る神だ。神って？呆然とサーシャは言葉を漏らした。過去を大きく変えようと言うんだ。神ぐらいは出張ってくる。奴らはどうにも、時間の秩序が狂うのが許せないらしくてな。エウゴ、ラビアズがこちらを向く。そうして、俺を認識すると、こう言った。許さぬ。厳かな声が、ただそれだけで空間を激しく震わせる。ほう、喋る個体には初めて会ったな。2000年経てば、神も変わるか。許さぬ。再びエウゴ、ラビアズが声を発する。できれば、目をつむってもらえると助かるが、過去を変えると言っても、単に一人の魔族を救うだけだ。それとも、この世から、ただ一つ悲劇が消えるだけのことを、神ともあろうものが許せないか？許さぬ。魔法で過去を変えようとすれば、それを防ごうとする超自然的な力が働く。この世の秩序、この世の法則、あるいは摂理、それらが具象化したのが番人だ。時の番人エウゴ、ラビアズは、過去を変える原因を取り除くことで、時の秩序を取り戻す。つまり、レバイドの術者を殺そうとするのだ。やれやれ、2000年経っても強量だな。お前たちは、自らの1000倍特許だとでも言わんばかりに、神以外が奇跡を起こすことを許容しない。人間の祈りを無視し、魔族の誇りを踏みにじる。誰も救わず、ただ秩序を守るだけの神に、一体何の価値があろうか。貴様らが勝手に決めたこの世界のルールは理不尽だ。悪いが、そんなものに従う気はないぞ。時間の流れを乱すことは許さぬ。汝に、時の裁きを下そう。エウゴ、ラビアズが光と共に消える。次の瞬間、奴は壁に貼り付けにされたアイビス、ネクロンのそばにいた。何をするつもりだ？七幕を占う、アイビス、ネクロン。エウゴ、ラビアズが手をかざすと、魔剣がドルが逆再生されるかのように抜け、床に転がった。串刺しにされたアイビスの顔面がみるみるうちに治っていく。魔剣がドルの傷は癒えない。時の番人である奴は、アイビスの時間を戻したのだ。魔剣がドルが突き刺される前に、ジオグレイズで焼かれる前に。そうして、アイビスの体が完全に治癒した。いや、傷などなかったことにされたのだ。汝に、時の神の力を授ける。アノス、ボルディゴードを滅せよ。エウゴ、
ラビアズが光と化し、アイビスの体に吸い込まれるように、すっと消えた。残ったのは奴が手にしていた白銀の武器、時神の王鎌、だけだ。ふふふふ。低い笑い声が響く、アイビスのものだ。さすがの貴様も、こうなるとは思ってもみまい。アノス、ボルディゴード。アイビスが、地神の王鎌を手にする。先ほどまでとは比べ物にならない魔力が奴の体からこぼれ落ちていた。神の力。ミーシャがつぶやく。さすがにいい魔眼をしている。奴の深淵を除けば、根源から時の万人エウゴ、ラビアズの魔力が溢れ出しているのがわかる。今のエウゴ、ラビアズは、より効率的に秩序を乱す対象を抹殺する、レバイドの術者と敵対している者に力を与えることにより、アイビスの魔力にエウゴ、ラビアズの魔力が上乗せされるというわけか。だが、そんなことよりも、今の、と言ったな、アイビス。俺の言葉に、アイビスは反応を見せず、ただ悠然とこちらを見つめている。まるで昔のエウゴ、ラビアズを見たことがあるような台詞だな。アイビスは、レバイドの魔法の存在を知らなかったはずだ。ならば、当然エウゴ、ラビアズのことも知るはずがない。万が一、俺が、レバイドを見せた後他の七魔功労あたりから聞いたのだとしても、今のセリフは不自然だろう。初めから知っていた。そして、嘘をついたのだ。それが最も辻褄が合う。何を隠している？これから死に行くそなたには関係のないことだ。やれやれ。こんな時に笑わせてくれる。はは、くはははは。これから死に行く？借り物の力でそう生きがるな。器が知れるぞ。前方に魔法陣を描き、ジオグレイズを放つ。漆黒の太陽が彗星のように光の尾を引き、アイビスを襲った。だが、奴は、地神の王鎌を振るい、ジオグレイズを真っ二つに切り裂いた。時空に飲まれるかのごとく、一瞬で漆黒の太陽は消滅する。半魔法でも、攻撃魔法で相殺したのでもない、ジオグレイズの時間を戻し、なかったことにしたのだ。どんな魔法も、時が戻れば消え失せる。貴様の攻撃は、我には通じぬ。ずいぶん嬉しそうだな、アイビス。嘲笑ってやると、奴は不愉快そうに俺を睨んできた。たかだか魔法の一つを防いだぐらいで、なんだそれは、勝つつもりがあるのなら、それぐらいできて当たり前といった顔をするものだ。続けて魔法陣を6問描き、ジオグレイズを6発放った。ガゼルタ。王鎌を振るい、アイビスが前方に魔法障壁を展開する。ガゼルタはそこに触れた魔法の時間を、生じる前の状態まで巻き戻す。魔法をなかったことにするのだ。大魔法においては、ほぼ無敵の盾だろう。それに阻まれ、6発のジオグレイズはあっけなく無賛した。強がるのは結構だが、時を戻す魔法障壁をどう突破するつもりだ？と思わず鼻で笑った。何がおかしい？もう突破した。口にした瞬間、アイビスの魔法障壁の内側に6発のジオグレイズが出現する。何？漆黒の太陽に包まれ、その体が黒く炎上していく。ガゼルタは魔法の時間を巻き戻す魔法障壁だ。普通のジオグレイズでは触れた途端に消えてしまうが、時間を逆行するジオグレイズを打てばそうなる。時間を逆行するジオグレイズは通常は何の役にも立たない。時間を逆行しているのだから、世界に一切の影響はなく、つまり魔法は生じていないも同然なのだ。しかし、ガゼルタはその逆行している時間を巻き戻す。つまり、時間を正しく戻し、魔法が生じた状態に変えてしまったのだ。要するに最初に放った6発のジオグレイズはおとりである。それに隠し、俺はもう6発の時間を逆行するジオグレイズを放っていた。無論、レバイドを重ねがけして、魔法の時間を逆行させている。エウゴ、ラビアズの力を借りた割に、時間概念の予習が足りないんじゃないか？暗闇の炎の中心から、低い声が返ってくる。確かにそのようだ。そなたを侮っていた。ジオグレイズが消える。アイビスは無傷だ。だが、エウゴ、ラビアズの力を得た我は不死身である。傷をつけることはできぬ。エウゴ、
ラビアズは時間を支配する神だ。自らの体の時間を戻すも早めるも、自由自在。傷をつけようにも体の時を止めればそれは叶わず、万が一傷を負ったとしてもただ戻せばいいだけだ。永遠にして不死身の存在。その力を得たアイビスもまた不死身というわけだ。ラビアズを相手取るなら、狙いは一つだが。わかっているぞ。そなたの狙いはこれだろう。アイビスが、地神の王鎌を掲げてみせる。俺の、レバイド、でも、時の番人であるラビアズ本体の時間を操ることはできない。だが、地神の王鎌を使えば、それが可能となる。奴の持つ、地神の王鎌こそが、唯一、永遠である時の番人の時間を有限にすることができるのだ。残念だが、思い通りにはさせぬ。くるりと、地神の王鎌を自らに向け、アイビスはその刃先を己の腹に突き刺した。ジェイゼム。立体魔法陣がアイビスの全身を覆う。奴の骸骨の体が、白銀の輝きを帯び、両腕に鋭利な刃が現れる。地神の王鎌、と融合したのだ。さあ、どうする？これで我の弱点はなくなった。通常の融合魔法には制限時間があるが、ラビアズの力を得ている以上関係ないだろう。これで、地神の王鎌を使い、アイビスを倒すことはできなくなった。その上、ジェイゼムって奴の魔力は十数倍にも膨れ上がっている。そして、そなたの弱点は丸見えだ。アイビスは王鎌と同化した鋭利な両腕を思い切り振るう。空から地上を切り裂くがごとく、遠距離からの巨大な斬撃に対して、俺は壁を作るかのごとく、全力で反魔法を展開した。バチバチと魔法と反魔法が衝突する激しい火花が散る。奴の狙いはミーシャとサーシャだ。妙なことだな。始祖を転生させるための大事な器を自ら壊そうというのは、またいくらでも簡単に作れるのか。それとも、アイビスは俺の言葉に反応を示さず、さらに両腕に魔力を込めた。せっかく用意した器を壊してまで、俺を殺す理由があるのか？話をしている余裕はもうないのではないか。とっくに形勢は逆転しているぞ。バキンと音を立て、俺が展開した反魔法の第一層が砕け散る。大したものだ。ガイズを使っているそなたは、キングのクラス特性の影響下にある。総魔力は3割ほど低下しているはずだ。挙句にその2人に、レバイドを使うほどの魔力を供給し、2人分の魔法行使を制御している。それでなお、神の力を得た我が一撃をここまで耐え抜くのだからな。ギギーンと音が鳴り、反魔法の第2層が砕け散った。アノス。心配そうな目で、サーシャとミーシャが俺を見る。お優しいことだ、レバイド。での過去改変が終わっていないのだろう？いかに熟練した者の助けがあるとはいえ、起源魔法は制御が難しい。早々に見切りをつけ、足手まといは捨ておくがよい。アイビスの言う通り、サーシャとミーシャの根源を15年前に送り込むための、レバイドは、まだ途中だ。魔法が完全に成立しない理由は一つ。二人が俺を始祖だと信じきれていないことだ。いくら頭で思ったところで、心の底から、根源からそう信じなければ起源魔法は完了しない。もっとも、足手まといがいなくとも、結果は同じではあるが、ビギーと、反魔法の第3層が破壊された。残る反魔法は第4層のみ。アノス、もういいわ。このままじゃ、全員やられる。あなただけでも、逃げて。サーシャとミーシャが言う。やれやれ、それが原因だ。この俺が万が一にも負けるなどと思っているようでは、到底始祖だとは信じられないだろう。そんなこと言ってる場合じゃ。心配するな。お前たちが起源魔法を完了させるまで時間を稼いでいるだけだ。ギーンとけたたましい音が鳴り響き、最後の反魔法が突破される。よくぞ、そこまで虚勢を張った。だが、終わりだ。両腕の鎌をアイビスが大きく振り上げる。すぐさま俺はミーシャとサーシャに反魔法を張り直す。最後までその二人をかばうと思ったぞ。アノス、ボルディゴード。一瞬前まで、離れた距離にいたアイビスの声が耳元で響く。自らの時間を加速させ、ほぼ0秒で俺に接近を果たしたアイビスは、その右腕を俺の腹部に突き刺していた。自らの反魔法がおろそかになったな。
アイビスの腕に宿った、直身の王様が、俺の体の時間を狂わせていく。永劫の時に飲まれて消えよ。白銀の光が俺を包み、時が加速する。10億年、100億年、永劫の時が一瞬のうちに重ねられる。いかに魔王の体といえど、無限の時を生き延びることはできない。やがては消え果てる。光が弾けると同時に、永劫の時を経た体は消滅し、死に絶えた。ふははははは。どうだ、思い知ったか、愚かな、始祖よ。運命は変えられぬ。我が不死身となった時点で、いや、2000年前、そなたが戦いから逃げた時点で、今日こうなることは決まっていたのだ。なるほどな。ようやく本音を口にしたか。過去を消しておきながら、なぜ記憶があるのかわからないが、どうやら俺のことを忘れたわけではなかったようだな、アイビス。背後から、奴の肩にそっと手を置いた。アイビスは信じられないといった様子で、ゆっくりとこちらを向く。確かに死んだはずだ。アイビスが生まれたのはもう戦いも終わる間際だ。神話の時代の魔族とはいえ、真の魔法戦は知るまい。殺したぐらいで、俺が死ぬとでも思ったか？アイビスが魔眼を働かせる。だが、からくりなど何もない。確かに先ほどの俺は殺された。そう驚くな。ただ、インガルを使っただけだ。根源だけで魔法行使をしたというのか？肉体は滅びようとも、魔力の源である魔なる根源はそこに残る。魔法を極めた者は、その根源のみで魔法行使が可能となる。だからこそ、転生という離れ技が実現できるのだ。死んで3秒以内ならば、確実に肉体を蘇生できる。だが、アイビスは瞬間移動し、俺の後方10メートルほどの位置へ逃げた。奴の足元に魔法陣が描かれ、そこから白銀の世界が一気に広がっていく。それは万物の時間を停止する大魔法。球状に広がった白銀の結界。その内側に足を踏み入れれば、すべてが停止する。一瞬だけではなく、永遠に。さすがに神話の魔法だな。これは。時が止まった世界で、俺はゆるりと足を踏み出した。時間を止めたぐらいで、俺の歩みを止められるとでも思ったか？バカな、なぜ止まらぬ？なぜ？アイビスは必死に魔力を込める。だが、無駄なことだ。俺の瞳に浮かぶ、破滅の魔眼。この視界に映るものは万物のみならず、魔法さえも滅ぼす。この魔眼は究極の反魔法なのだ。何なのだ？この魔力は、ガイズの魔法を使っているのだぞ。足手まとい二人を抱えてなお、神の力を得た我をはるかに凌駕するというのか？ありえぬ。そんなことは決して。ここがどこか忘れたか、アイビス。そう口にしながら、俺はまっすぐアイビスのもとへ歩いていく。魔王城で魔王に挑むのがどういうことか、貴様に教えてやろう。ぽーっと、その場所に黒い光の粒子が立ち込める。次の瞬間、光の粒が無数に増え、室内を満たしていく。いくつもの魔法文字が、壁や床、天井など、所狭しと描かれていく。魔王城が真の姿を表す、アノス、ボルディゴードが所有する最強の魔法具。巨大な立体魔法陣として。第30話、魔王。来い、ベヌズ殿は。俺の呼びかけに応じ、立ち上る無数の黒い粒子、その一切が足元へ集中する。現れたのは、剣の形をした影だ。それを投影している物体はなく、ただ影のみが存在している。手をかざせば、その影の剣はゆっくりと宙へ浮かび上がってきた。絵を手にする。その瞬間、影は反転し、闇色の長剣がそこに現れた。運命だと言ったな、アイビス。闇色の長剣を下げ、俺は言った。エウゴ、ラビアズの力を宿したその体は、時を司り、永劫にして不変、不死身だと。アイビスは白銀の世界に全魔力をつぎ込む。何もかもが停止する空間で俺は悠然と一歩を刻む。我は神の力を得た。神である。魔力を使いすぎるあまり、エウゴ、ラビアズの意識が表層に現れ出ている。我は世界の摂理なり、摂理の力を得た我は不死身。いや、混ざっているのか。これは、直身の王様、と融合した結果なのか、
アイビスの意識とエウゴ、ラビアズの意識が同化し始めている。時の流れは変えられぬ。神の定めた運命は絶対なり。なればこそ、運命は覆せぬ。アイビスの右腕が巨大な鎌に変化する。尋常ではないほどの魔力がそこから勢いよく溢れ出した。奇跡は起こらぬ。それは神の見業なり。なればこそ、たかが15年しか生きておらぬ矮小な魔族に引きに、その恩恵があるはずもなかろう。エウゴ、ラビアズとアイビスが同時に口を開く。運命、摂理、奇跡だと？ククク、はははは。腹の底から笑いがこみ上げる。誰の善で物を言っている？文をわきまえろ。ゲロウ。一歩、俺は足を踏み出す。こんな運命はぶち壊してやると、サーシャは言った。一歩、また俺は足を踏み出す。二度も奇跡が起きたと、ミーシャは言った。さらに一歩、俺は足を踏み出した。我が配下が魂を込め、けなげにも口にした言葉、嘲笑われて黙っていられる俺ではないぞ。大釜を構えるアイビスへ向かい、俺は悠然と歩を進める。愚かな。まだ魔王のつもりか、愚かな始祖よ。誰も貴様を信じはせん。一人寂しく、朽ち果てるがいい。大釜が俺めがけて、振り下ろされる。時間を断裂し、空間を引き裂くその一撃を、俺は悠々と素手で受け止めた。魔王とはなんだ？力か？称号か？権力か？立場か？そのすべてだ。いいや、そのどれでもない。俺が、俺であるということだ。我が配下に弓引く者は、運命だろうと摂理だろうと、滅ぼし尽くす。それが魔王だ。すっと闇色の長剣を構える。この光景を見据えたまま、時が止まった二人の配下に俺は言う。信じられないならそれでもいいぞ。だが、サーシャ、お前が望んだなら、俺が運命をぶち壊してやる。ミーシャ、お前が奇跡が起きたというのなら、俺が本物にしてやる。信じようと信じまいと、何がどうであろうと構わない。願うな、祈るな。ただ我が後ろを歩いてこい。お前たちの前に立ちふさがるありとあらゆる理不尽を、この俺がたった今から滅ぼし尽くす。高らかに俺はそう宣言する。すると、声が響いた。アノス。字が止められた世界でサーシャの口が、わずかに動いた。彼女の、破滅の魔眼が働いている。全魔力をそこに注ぎ、時が止まった時間に必死に抵抗しているのだ。その力はミーシャにも及んでいる。アノス。それ以上言葉はない。だが、二人の心が、リクノスを通じ、流れ込んでくる。運命を変えたかった。サーシャの揺るぎない意志が、温かい心が頭をよぎる。無数の思いがとめどなく溢れ、俺の心に入ってくる。妹を救いたかった。もう十分に生きたと思った。思い込もうとした。だけど、未練がないと言えば、やっぱり嘘になる。だって、私はまだ恋さえよく知らなかった。キスもしないで死ぬなんて、そんな人生はないと思った。だけど、仕方がなかった。私たちにはもう時間がなかった。そうして、私はあなたに出会ったんだ。半魔法も使わずに、私の目をまっすぐ見つめてくれる人。同じ目を持つ人に。ただそれだけでって、我ながら安っぽすぎて笑えてくるわ。でも、いいんだ。運命をぶち壊すって、いとも簡単に言ったあなたの言葉が、あの時の私には、何よりも強い勇気を与えてくれたから。最初で最後のキスをあなたにあげて、もうこれで思い残すことはないはずだった。だけど、もしも叶うのなら、この恋の続きを見てみたい。静かに、俺の心に声が響く。15年が私の一生。ミーシャの穏やかな心が、包み込むような優しさが胸を打つ。彼女の決意とささやかな願いが溢れ出した。怖いものは何もない。私は初めから、どこにも存在しないから。それでも、どうしてか、思い出が欲しいと思った。友達が欲しかった。誰も私に話しかけない。名前を呼ばない。存在しない私には。なのに、アノスが声をかけてくれた。ミーシャ、と呼んでくれた。何度も呼ばれるたびに、私の胸は熱を持つ。まるで生きているみたい。楽しくて、温かくて、私は自分がいないことを忘れそうになった。
思い残すことは何もない。私の人生には奇跡が起きた。だけど、もしも、もう一つだけ奇跡があるのだとしたら、誕生日のプレゼントをもらってみたい。助けて。ミーシャが言う。消えることを覚悟していたはずの少女が、はっきりと。助けて、アノス。私は、ここにいる。それを聞いたサーシャの瞳から涙がこぼれる。彼女は訴えるように叫んだ。ねえ、お願い。助けて、アノス。どちらか一人しか生きられないなんて、こんな運命って、ないでしょ。二人の声に後押しされるように、俺は剣をぐっと握る。無駄だ。我は永遠にして不滅の存在。この世の摂理なり。ならば、試してみるがいい。大釜を難なく払いのけ、さらに一歩、アイビスの懐に踏み込む。刀身から、漆黒の魔力が立ち上り、あたかも巨大な剣のごとくかたどられた。このベヌズ・ドノアを、幾重にも張り巡らされた半魔法、それをことごとく打ち破り、闇色の長剣はいともたやすくアイビスを切り裂いた。無駄だ。時を司るこの体は摂理そのもの、何をしようと。ボトリ、とアイビスの右腕が落ちた。驚愕したような声が漏れる。だと？治らぬ、ありえぬ、摂理が、崩れる。どうした？不滅の存在とやら。この世の摂理というのは存外に脆いものだな。闇色の長剣を振るい、今度はアイビスの左腕を落とす。いともたやすく切断されたそれは、時間をいくら巻き戻しても元に戻ることはない。バカな、なぜだ？時を止めても切れる。時を戻しても治らぬだと。再び闇色の剣を振るう。アイビスの両足が切断された。バカな、何なのだ。その剣は、始祖が魔剣を持つなどという話は聞いたことがないぞ。当然だ。俺がベヌズ・ドノアを抜く機会は滅多にない。見た者は根源すら残らず消滅した。伝える者がいなくては伝承に残るはずもないだろう。アイビスの喉元に、歯を突きつける。メイドの土産に教えてやろう。離滅剣ベヌズ・ドノア。万物万象を滅ぼす、始祖の魔剣だ。摂理だろうと運命だろうと、奇跡だろうと、俺の眼前ではただひれ伏し消えるのみだ。どんなに強固であろうと、どれだけ永遠であろうと、いかに無限だとしても、その断りもろとも滅ぼすのが、ベヌズ・ドノアだ。この離滅剣の前には、あらゆる理屈が意味をなさない。アイビスが、フレス、で飛び上がり逃げようとするが、俺はその顔面を掴んだ。二度と忘れたふりなどできぬよう、恐怖と共に当該に刻め、俺が魔王、アノス、ボルディゴードだ。喉元に離滅剣ベヌズ・ドノアを突き刺す。瞬間、その根源が消えていく。断末魔の悲鳴とばかり、奴が叫ぶ。それはアイビスのせいか、ラビアズの声か。摂理の枠に収むまら、不敵、アイビス、ラビアズの体と共に、二つの根源がもろとも消滅する。カラン、と音を立て、その場に残されたのは、直身の大釜、だけだった。次回は、魔王学院の不適合者、第31話、誕生日、第32話、エピローグ、笑顔、高評価、チャンネル登録、お願いします。